こんにちは、オートウエストエンドです。今回はこの BMW X5 のムーンルーフ、サンルーフとも呼んだりしますが、そのリセット方法をご紹介していきたいと思います。この X5 は2008年式なんですが、だいたいその年代に作られた他の3シリーズ、5シリーズ、同じような方法でリセットできるかと思いますので、ムーンルーフの調子がちょっとおかしいという方は、ぜひこの方法を参考にしてみてください。それではアクセサリー電源状態にします。ブレーキを踏まずにキーを挿して、そしてスタートボタンを押すと電気系統の機能が使えるようになります。そして僕先日ちょっとこのムーンルーフの状態がおかしくなってしまってちゃんと閉まらなかったんですが、その時カメラ持ってなかったので、今回改めてリセット方法をとっています。本当にこのリセット方法は簡単で、この今親指で押していますが、換気モード、ちょっとムーンルーフの後ろ側が斜めに上がるような状態、この状態にするボタンを普段なら1回軽く押すだけなんですが、長押ししていきます。こんな感じで15秒とか20秒とか言われていますが、そうしますとこういう風に少しサンルーフの傾く加減が変わって、その後こういう感じでシェードが閉まってきます。で、このままずっと押さえたままずっとこのリセット作業が今行われている状況です。こんな感じでね、シェードが開きまして、でまだ続きます。そして今度は普通にムーンルーフが開く状態になります。ずーっと最後まで開きまして、そして閉まります。とりあえずリセットするために全部の動きをしているということですね。機械のそのモーターとかコンピューターの方で。そしてこのシェードが完全に閉まると。はい。というところで、もうこれ以上何も動かなくなります。動作がなくなりますので、離していただいて、これでリセット完了と。本当簡単ですよね。ただ、この換気モードのボタンをずっと長押ししているだけです。で、状況によっては長押ししても何も起こらないことがあるので、そういう時には例えばエンジンを回してみたりとか、まだ少しだけムーンルーフが動く状態、完全に動かない状態ではない、半分故障してるようなそんな感じの時にはちょっとね、そのムーンルーフの開き加減を調整したりとか、そういう風にしてからまたリセットボタン、この換気モードを長押しする、その動作をやってみると動くこともあるようです。はい、というところで今回の動画のそのリセットに関しては以上で終わりということになります。この後は BMW のムーンルーフの使い方、それもせっかくなので撮っておこうということで撮っていますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。本当に至って簡単で、このムーンルーフのスイッチを開く方にグッと1回押しますとシェードが全部開きます。そしてもう一度同じ動作をして開けるボタンを押しますと、このムーンルーフが半分だけ開きます。そしてもう一度押しますと、こんな感じですね。全開します。そして今度は逆に閉めるボタンを1回押します。そうしますと、先ほどと同じ位置、半分のところまで閉まって、そしてもう1回押すと完全にムーンルーフが閉まります。そしてさらにもう1回押すとシェードが閉まるという感じで、開く方向、閉まる方向、それぞれ3段階の動きがあると。そしてこれが通常のムーンルーフを開け閉めのボタンなんですが、先ほどリセットに使用したこの押し上げるボタンですね。このアイコンがちょっとウィンドウが傾いているようなイメージになっていますが、今こんな感じで押しました。そうするとそれぞれ2枚、実はこの X5 はムーンルーフのガラスパネルがありまして、両方とも傾いて換気ができる状態になります。
こんな感じで。そしてこれ2ピースで2つのウィンドウがあって両方とも傾くって最近まで知らなくて、なんかね、近頃の車はこんな感じで2枚開くんですね。まあ近頃といっても2008年式で12年前なんですが、初めてねこの最近知りました。はい、そして先ほどの上を押すボタン、換気をするモードなんですが、このシェードを開けた状態で使いたい場合はこんな感じで開けるボタンを押すと太陽の光を取り入れながら換気モードにすることができます。そしてこのシェードの位置、そしてウィンドウもですね、好きな位置で止めることができます。今閉めてる動作をしてるんですが、開けるボタンを押すと一旦止まったり、閉めるボタンを押した後に2回ちょんちょんと押すと止まったりと、まあどっちの方向でも止めることができるようです。そしてこの開けるボタンを長押しすると一発でね全開になるのかなと思って、やりたくなります。でもねこのシェードが開くだけで止まって全部開いてくれるという、そういうなんかオートモードのようなものはついていません。これもねずっと長押しして全部開いてくれるかなと思ったら、ずっと押しっぱなしにしたら開いてくれるんですが、こういうような感じで開ききるまでに長押しをやめてしまうと途中で開くのが止まってしまいます。でこの全部開いた状態、シェードが引っ込んでいる状態で換気モードにすると、この開いているウィンドウの方だけ閉まりまして、そしてこの後ろがクッと上がるような、そんな動きをします。そしてもう一回換気モードのボタンを押しますとシェードが隠れてくれる、そういったモードにしてくれます。ちょっとねここ全部閉まらずに空気の通り道だけ残して、そんな感じで日陰にしつつ風だけ上から出すと、そういうモードにすることができます。自動車メーカーによって結構ね使い方違いますよね。そのサンルーフのスイッチだったり、あと開き方も、いろんなパターンがあると思います。まあ BMW の場合は最近の車だったらだいたいこのような感じの操作方法、開き方になっていると思いますので、まあ参考になるかなよくわかりませんが暇つぶしに使っていただければいいのかなと思います。そしてドライブレコーダー映していますが、サンルーフ、ムーンルーフのモーターがおかしくなってそれを交換したい場合は、以前このドライブレコーダーの配線を回す動画でムーンルーフのモーター周りのパネル、ドームライト周りのパネルを外したものをアップしましたので、その方法を知りたい方はそちらの動画もチェックしてみてください。それでは外側からもちょっと見てみようと思います。こんな感じで2枚のねパネルが開くような感じになります。そしてこのヘッドライナーというんですかね、シェードの部分をこの開いた換気の状態で締めていきたいと思います。ちなみにこのムーンルーフ、なんでサンルーフって言わないんだろうと思って疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、サンルーフの一種みたいですね、ムーンルーフというのは。でもともとサンルーフは光を取り入れたり、上に特にそのティントの入っていないガラスが使われていたようですが、このムーンルーフというのはそのサンルーフの中でもガラスでできていて、しかもティントが入っている、シェードを避けた状態でも普段使いができる、他の窓と同じような感じで第5の窓、第6の窓っていうんでしょうか、そのもう一つの窓というニュアンスで使えるものをムーンルーフと呼ぶそうです。 BMW に限らず最近のサンルーフがガラスでできて開け閉めできるものは基本的にティント入ってると思いますし、全部ムーンルーフなんじゃないかなと思います。はい、それでは今換気モードにして中側のシェードだけを動かして遊んでいますが、逆にこのウィンドウだけを開けてシェードを残して閉めたままにするというのはもうできないような設定になっているので、シェードが雨でとかでね汚れてしまうという心配はないようです。そしてこんな感じでムーンルーフをスライドして開けますと、この一番先頭の部分がクイッと上がってきます。
要はこれが上がることによってゴミ除けだったり、あとは風の流れを整えて上の方に逃がしてあげるという効果があるんだと思います。よく考えられたパーツだなと思いますが、ここね、本当に汚くて申し訳ないですが、洗車の時ここまでちゃんと掃除している方いらっしゃったら本当尊敬しますここはね、もう掃除しなきゃいけないことすらもう洗車の時思い出せないですよねでもこうやって多分ゴミが溜まっていくことによってモーターだったりこのレールとかそういうところに負担がかかってちょっと不具合が出てきてしまうんだと思います。車好きですが、ここまで綺麗にされている方がもう真の車好きなんだろうなと思います。ちょっと頑張って次のタイミングで綺麗にしていきたいと思います。そして冬の時期とかってあんまりこのムーンルーフ使わなかったりします。その換気モードにたまにしたりしますが、外が寒いのでね、ここ開ける必要性も感じないので、そういった時に長期間使用しないでたまに開けると、このムーンルーフとルーフの間の部分に多分ゴミが入ってるんでしょうね、やっぱり。それで動きがちょっと鈍かったりします。なのでしばらく使わない日が続いた時はたまに開けてみるといいのかもしれません。といった感じで今回はサンルーフ、ムーンルーフのリセット方法、そしてBMW のこのムーンルーフのスイッチの使い方、開き方、いろいろ紹介をさせていただきました。この動画が参考になったという方はいいねボタンを、こういったリセット方法、車の機能紹介動画がまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。